皆さん、こんにちは。私たちがずっとコラムの映像をアップロードしています。おそらくこの映像がコラムシリーズの最後になると思います。ブラジルで最初の漫画メディアが誕生した記念に一連のコラムをアップしています。今、このシリーズはブラジルの漫画メディアの誕生記念に世界各国の漫画メディアが誕生し始める時点で私がアドバイスと言いたいことを伝えています。もう一度強調しますが、全く無視してもいいです。聞かなくても大丈夫です。必要であれば参考にして、必要でなければ無視してください。私がお話したいことを続けてみたいと思います。日本に進出する作家は各国に必要な場合があります。日本に進出した作家たち、各国の話し方を発展させるために日本で活動した経験を積んだ作家たち、こういう作家たちがいるといろいろと有利な点が多いかもしれないと思います。外国に行ってこいって言われたらやる人もいたし、今まで正直そうでした。世界の漫画家志望生は自分の力でお金を稼ぎ、日本語を勉強して何とかして日本進出作家になるために努力してきたことを私がよく知っています。しかしその国の企業やその国の政府が私の国に漫画界が誕生してよく発達するためには日本に進出した作家たちを養成する必要があるねと考えて支援をしてくれたらどうでしょうか。私が前の動画で投資をたくさんもらったら日本に事務室を一つ構えた方がいいんじゃないかと言ったんですが、その事務室が皆さんの国に日本に進出しようとする作家たちを支援する仕事をしたらどうですか。すごくいいんじゃないですかね。日本進出をしようとしたらバイトをして漫画の勉強ができなかった。日本語の勉強をしていたので漫画の勉強ができなかった。このジレンマを少し軽減できるように国の企業や政府が日本にオフィスを作って少し自国民を助けるのはどうでしょうか。皆さん必要だと思いませんか。特に日本でデビューして活動してみたいし、海外の漫画家志望生の皆さん、こういうのがあったらどうですか。考えただけでもとても良さそうじゃないですか。してほしいです。ぜひお願いします。皆さんの国の学生たちです。日本で活動して帰って本当に大きな役割をするつもりです。本当に大きな役割をするということを私が知っています。次の機会にどんな役割をすることができるのかいつか私がお話しますので、ぜひ信じてください。事務室を設けて手伝ってくださるのはどうかという気がします。日本政府が助けてくれてもいいと思います。助けてくれる多くの理由があります。世界各国の漫画メディアが誕生し、漫画界が発展していくために週刊連載作品がこの成功の鍵となるでしょう。週刊連載作品がどれだけ多いかが先です。1つ目はどれだけ多く確保できるか。2つ目はどれだけ多彩なことができるか。3つ目がクオリティです。クオリティは最初は捨ててもいいです。捨ててもいいです。週刊連載の本質はクオリティが重要ではありません。週刊連載はクオリティが高いと本当にすごいじゃないですか。シティーハンター、北斗神拳、半端ないじゃないですか。やばいですよね。本当にすごいですよね。けれど週刊連載の核心はクオリティではなく週刊連載をするということです。週刊誌ができる、そして長くできる、これが一番大切です。その仕事ができる作家たちをどれだけ確保するのか、そういう作品をどれだけ確保するのか。出版漫画市場をこれから作ることはほとんどの国では非常に困難です。世界各国の漫画界が誕生するということは
デジタル漫画プラットフォームが誕生することを意味します。デジタルコミックプラットフォームにおいて、デジタルサービスにおいては人たちがあまり待ってくれないんです。週刊連載が多いほどいいです。出版でも週刊連載は本当にパワフルですが、デジタルでも重要で効果がとてもいいです。もちろん原刊連載とか隔週の連載だけだからといってできないことはありません。十分に成功することができ、漫画界を発展させることができます。しかし私は週刊連載作品をたくさん確保するとしたら、豊かで多様な週刊作品を、しかもクオリティの高い作品もあり得るとしたら、本当に大きな成功を収めることができると思います。そして失敗の可能性もぐっと減らせるでしょう。とても長所が多いです。それで世界各国の週刊連載作品をどのように作り出すことができるか、週刊作家をどのように育て維持することができるか、これは実は何年も続いている私の課題でした。それでどうすればいいでしょうか。私は教育を通じて育てられることをずっと考えていました。しかし事実を申し上げますと、私はまだ答えを見つけていません。いろいろ考えと研究もしているし、いろいろ開発もしてみていますが、このようにすれば良いという確信が持てる答えを私はまだ見つけられませんでした。とにかく私の長年の悩み事でした。世界各国の皆さん、漫画メディアを誕生させ、物語を誕生させようとする方は、この週刊誌について、つまり皆さんの国の解決策を見つけてうまくやっていけたらと思います。週刊作品は宝物です。特に漫画界が誕生した時になおさらです。その次に漫画界が誕生して、最初のメディアが誕生していく時、そして最初のプラットフォームが作られる時は、メディアやプラットフォームの成功ではなく投資の成功を狙ってください。メディアがもし商業的に成功しても、その成功が長続きしない可能性があります。漫画界がしっかり成長しない状態では、メディアが成功しても一時的なこともあるし、すごく簡単に崩れることもあります。私はそれを韓国で1999年から2001年の間にたくさん見ました。そして実は2014年から2016年の間でもたくさん見ました。だからすごく弱いかもしれません。ところで韓国には強力な漫画界が実はありました。あったのに弱いです。人たちもたくさん決済してくれていい作品もあったんだけど、韓国でそのメディアが崩壊した場合を見ると、結局はお金がありません。投資を受けることができなかったからです。皆さん必ず私がお願いします。最初はメディアが成功して作品が成功するより、投資が成功することを目標にしてください。その次に単純に投資を成功させようとするのではなく、皆さんの国の国民と皆さんの国の政府と事業企業家たちの考え方を変えるように努力していただきたいです。もっとうまくいくことができて、その結果がすごく大きいと私は思います。私の国が文化強国にならなければならないと思ったら、漫画界が必ず必要です。コミックスが必要です。この認識を人々が持つこと、これがとても重要だと思います。そうしてこそ投資もできるんじゃないですか。私どももお手伝いできる限りお手伝いします。私が YouTube をする理由でもあります。さあ、その次、メディアの成功ではなく漫画界の誕生を目指せという話をしてあげたいです。さっきの話に続くんです。漫画界が誕生しなければメディアが誕生しても簡単に崩壊し、もっと重要なのはそこで終わりです。漫画の未来がそこで終わります。漫画界を誕生させることを目標に、メディアが崩壊して失敗しても漫画界が誕生できれば、次のメディアがまた誕生します。それが1999年から2001年の間に韓国で起きたことです。漫画界はしっかりしていました。投資を受けることができなくてメディアが崩れたのに、次の打者がまた挑戦して、次の打者がまた挑戦して、ずっと挑戦しました。
それで韓国の漫画界があらゆる苦難を経験しながらも漫画家が崩れることはなかったのです。漫画界が強力だからずっとチャンスが生まれるんです。ビジネスをする皆さん本人も漫画界を誕生させたら、皆さんがもし今回失敗したとしても何らかの理由で次の機会を得ることができます。皆さんが他の人よりもっと機会を得ることができます。なぜならこの漫画界のために誰かはビジネスをしなければならないのに、失敗をしても経験を積んだ人の方がいいのではないですか。何の経験もない人よりは失敗した経験を積んだ人が圧倒的にいいですよね。つまり投資金と政府支援が皆様にお会いできるようになります。皆さんが漫画家志望生と漫画家たちに大きなミスをしなかったら、漫画家志望生と漫画家たちも皆さんを訪ねるようになります。だから何とかして漫画界を誕生させることを目標にした方がいいです。ところで、じゃあ漫画界って何でしょうか。それは話がとても長くなるから次にします。その次にそれを含めて国に漫画とコミックスのインフラストラクチャを構築する必要があります。結局のところ文化事業も他の全ての事業と同じです。国の文化産業が強く支持されるためにはインフラストラクチャを構築する必要があります。高速道路や港のようなものです。発電所のようなものです。電力網のようなものです。漫画やコミックスの世界にもこのようなものが必要です。すぐに電気が必要だということか。そうじゃなくて、電気のように漫画家志望生の学生たちが動けるし生存するビジネスを続けていくことができる、そのようなインフラストラクチャが必要です。人々の考え、政府の考え、そして法的なこと、皆さんの国の漫画界がないという前提で法律が作られているじゃないですか。漫画界が基盤となって大きくなっている時、どんな人が理由はわからないが、あの人たちを殴りたいのにと思った時、必ず皆さんを打ち負かすことができる漫画システムを崩壊させることができる、法的根拠を見出すことができます。なぜか、その産業を保護し発展させるための法律が整備されている必要があります。崩すことができるように合わせることができます。これは違法だと思わせることができます。人々の考え方が変わり、政府の考え方が変わって、発展のための法規も造成され、保護を受けることができます。皆さん、これは当然のことです。いかなる産業もインフラストラクチャが重要です。それがあってこそ発展します。どの業界も法的準備が整っている必要があります。法律がきちんと用意されていないと成長できないんです。そうじゃないですか。文化産業といっても過言ではありません。漫画産業だからといってコミックス産業だからといって変わることは一つもありません。そのように法律的なものを含めてインフラストラクチャを作り出すために努力していただければ、必ずいい結果があって失敗するかもしれないけど、失敗してももっと大きなチャンスが必ず皆さんに会いに行きます。必ず行きます。そういうことを目標にしてほしいです。さあ、こんな話です。もっとたくさん話したいことがあるけど続けることはできないので、私たちが一連のコラムをここで投稿し続けました。実はですね、コラム映像と講義映像を面白くお見せしようと準備をしていました。私たちの初のグローバルチャンネル、ブラジルチャンネル、ブラジルのチャンネル運営者の方々がブラジル初の漫画メディアを作るそうです。本当にびっくりしました。とても感動して、本当にすごく嬉しいし、早く少しでも役に立ちたい。どんな形であれできるところまで役に立ちたい、こういうふうに思って、私たちが全ての企画を停止し、コラムから早く掲載することにしました。ここからここまで一連のカラムを上げようと考えました。ディレクターさん、スティーブ、私の3人で一生懸命ずっとカラムを上げてました。こうやって急にコラムをアップしたら YouTube の再生数がよく出ないし、いや、それはわからないけど、それが重要なのではない。絶対に助けになりたかったんです。
私たちが初めてブラジルで漫画メディアの誕生を目撃して、これから世界各国の漫画メディアが誕生しそうな、そんな気がしました。そしてすでにいろんな国で準備をしているんじゃないかな。誰かが夢を見ていて計画を実行しているのでは、こんな気がしました。一緒に祝ってあげたいし、一緒に応援してあげたいです。こう思って、その次にこのブラジルのこの希望、そして世界各国の漫画家志望生の方々、このブラジルの場合を見て大きな希望を感じることができるのではないでしょうか。私が住んでいる国でも漫画家の夢を叶えることができそう、こんな気がしませんか。この希望的なニュースを分けてあげたいと思って一生懸命申し上げました。ディレクターさん、お疲れ様でした。それでこの映像がブラジルプロジェクトの最後の映像です。なのでこの映像までアップします。日本のチャンネルは多分1ヶ月間アップロードはしないと思います。なので私もいろいろとやらないといけないことがあって、ディレクターさんもやらないといけないことがあって、YouTube 関連でいろいろと準備することもありますね。それではしばらくそんな時間を過ごしたいと思います。私たちが夢見た世界はまだ来ていません。さまざまな良い兆候がとても多いです。しかしまだ私たちが望む世の中は来ていません。皆さんが望む世界もまだ来ていません。まだ来ていない世の中について何がわかりますか？なので多分私が大きな助けにはならないと思います。でも皆さん、これだけは分かってください。私と私たちのチームは皆さんを愛しています。なので皆さんの夢が必ず叶いますように。単に漫画を愛するのではなく、Webtoon も愛していて、アメリカコミックスを愛しているし、カートゥーンも愛しているし、私たちの世界、トゥーン世界、トゥーンファミリーのすべてを私たちは愛してます。すべて発展する未来を見たいです。この心だけは本気です。私たちが足りなくて中途半端でめちゃくちゃだけど、心だけは本気です。この気持ちはぜひ伝わってほしいです。私たちができる限り一緒にします。では次の映像で会いましょう。最後にブラジルおめでとうございます。